不動産屋さんの会談です。これは2006年に関東のとある研究所の研究員をされていた方から聞いた体験談です。その方を仮に山田さんとしておきます。当時山田さんは体を壊し、しばらく実家で休養していたそうです。おかげでだいぶ良くなり、仕事に復帰する少し前のことでした。仕事に戻るとめったに時間が持てないので、山田さんは母校の広島の大学にちょっと顔を出してみようと思いました。そんな時にあの出来事は起きたのです。大学で専攻した学科の助手の先生と雑談をしているうちに、どういうわけかパソコンで探偵ファイルというサイトを一緒に見ることになったそうです。その探偵ファイルのサイトにはある事故現場の画像がアップされていました。その画像は私も見せていただきましたが、バイク事故の直後の写真で、おそらくライダーは亡くなっていると思います。ただここではその実際の写真はご紹介しません。その理由が今から話すことなのです。さて、そのバイク事故の画像を見た日の夜でした。特段変わったこともなく、山田さんは実家で夕食を済ませてお風呂に入り、テレビやネットを見て、さて寝るかと思いました。そこでいつものように実家の自分の部屋のベッドで寝たそうです。しばらく寝ていたようでしたが、深夜山田さんは珍しくふと目が覚めたそうです。あれ、なんで目が覚めたんだと睡眠が中断されたことに違和感がありました。その時山田さんは仰向けの体勢になっていたそうです。するとそれは突然起きました。自分の頭の左右からニューッと腕が出てきたのです。心臓が飛び出すほど驚いた山田さんは恐怖で声も出ませんでした。その山田さんの頭を挟むように出てきた2本の腕は青白くとても毛深かったそうです。山田さんの表現を借りれば江頭さんのような腕だったということでした。うわ、何なんだとその両腕につかまれ潰されるのではないかと凍りついたそうです。するとその腕はそのまま山田さんの胸のあたりにクロスする感じでバサッと落ちてきました。どういうことだと山田さんの頭の中は真っ白になりました。毛深い2本の重い大きな腕は自分の胸の上に十字に重なったまま動かず、次に何が起きるか山田さんには予想もつきませんでした。すぐ目をつぶり、これは夢だ、これは夢だと必死に眠りに戻ろうとしたそうで、その後どうなったか覚えていませんでした。気がつくと朝になっており、昨夜のあの毛むくじゃらの腕は夢だったのか現実だったのかわからなかったそうです。ただとても鮮明で夢には思えませんでした。さて、それからさほど経たないうちに山田さんはまた大学を訪れました。そしてあの探偵ファイルの画像を一緒に見た助手の先生と話す機会がありました。そして当然例の画像の話になったそうです。するとその先生が奇妙なことを言ったのです。ねえ山田くん、あの画像はやばかったな。俺手首をつかまれたよ。跡が残ったよ。そう言ったのです。助手の先生曰く、あの探偵ファイルの事故現場の画像を見た夜、山田さんと同様に何者かの腕に突然手首をつかまれ、その跡がくっきり残っていたのだそうです。そしてあの画像は見てはいけないものだというのでした。実はあの画像が載っている回の次の記事には、画像を見た人たちからこの画像は見るな、見たら何かが起こるという警告メールがたくさん来たということが書いてあったそうです。助手の先生は、だから山田くん、俺たちも見たその日の夜におかしなことが起きただろうというのでした。
それを聞いて山田さんは少しゾクッとしましたが、まさかという気持ちで先生の言うことを聞いていたそうです。ですから懲りもせず、その話題でまた問題の画像を見ることになってしまいました。ただ助手の先生は実家が真言宗の某派のお寺で、その後を継ぐため僧侶の資格を持った人でした。そこで念のためその時山田さんは先生にお祓いをしてもらったそうです。先生曰く、事故で亡くなった人が画像の中に恨みの念のようなものを埋め込むか刻み込んだのだろうということでした。さて詳しく聞かなかったのですが、画像をノリでまた見てしまったその日の夜、やはり前ほどではなかったにしろおかしなことはあったというのです。それでその時半信半疑の山田さんも問題の画像はもう見るのはやめようと思いました。その後二度と見ることはなかったそうです。そしていつしかそんなことも忘れていき、それから数年後のことでした。山田さんはゲームで知り合った女の子とスカイプで通話中になぜか怖い話になりました。そして山田さんはふとあの探偵ファイルの事故現場の画像のことを思い出し話したそうです。するとその女の子も好奇心旺盛でその画像が見たいと強く頼んできました。山田さんも初めて見た当時は見てはいけない画像のようだと思っても、時間が経つとただの夢か気のせい、偶然と思うようになっていました。そこで恐怖が薄れていた山田さんは冗談交じりで何があっても知らないよと前置きをして探偵ファイルのサイトを見せました。そして女の子が画像を見てからしばらく経った時です。急に女の子が玄関でなんか物音がすると言い出したのです。彼女は一人暮らしで夜も遅い時間で音がすることはないというのでした。山田さんが気を利かせて話題を変えてもしばらくするとまたやっぱり玄関で変な物音がすると女の子は繰り返し言い続けたそうです。結局女の子は怖くなり通話を中断してしまったので、その後何か起きたかは山田さんは分かりませんでした。山田さんはやはり先生の言う通り、あの画像には事故で亡くなった人の強い恨みの念がこもっていたのだろうと思ったそうです。むやみに事故現場を公開して話題作りをすることはやめた方が良いのかもしれません。というお話でしたが、さてこの話を聞いた時、私はふとその毛むくじゃらの腕というワードが気になったのです。事故で亡くなった人がたまたま毛深い人だったということもありえますが、毛深い腕や足だけが現れる怪奇現象をいくつか聞いたことがあるのです。またいずれその体験談もご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。